免許を返しても食べ物くらい普通に買えるのだ。ネット通販もあるし、海外の田舎で静かな老後を送るのだ。安全のために車を手放す。それ自体は立派な判断だわ。でも、その瞬間に牛乳まで失う街があるとしたら？牛乳と運転免許に何の関係があるの？嘘でしょ？関係しかない地域もあるのよ。現実を見なさい。2026年3月、米国カンザス州プレーンズで報道があったわ。地域を支えた非営利の食料品店が閉店するという内容よ。住民は買い物のため、15マイルから60マイル移動する可能性がある。60マイルって牛乳1本の距離として壊れているのだ。全住民が必ず60マイル走るという意味ではないわ。それでも地域の選択肢が極端に細る現実は変わらない。店が少し遠いだけって笑って済ませられないのだ。店が遠いのではない。車がなければ食料が存在しないのよ。牛乳を買う前にガソリンと運転能力を用意しなさい。さらに往復時間と悪天候でも走れる体力まで必要だわ。冷蔵庫より先に車へ課金するの？嘘でしょ？返納した鍵は事故の危険と一緒に買い物の自由も持ち去る。安全な老後を選んだら食卓が危険になるなんて怖いのだ。ところが海の向こうには店の方から来る国がある。店が来る？スーパーに足でも生えているというの？その前に食料砂漠という言葉を正しく理解しなさい。単に店が少ない田舎をそう呼んで終わりではないわ。距離、所得、交通手段が重なった食品アクセスの問題よ。スーパーの数だけ数えても答えは出ないということ？そうよ。店があってもそこへ行けなければ棚は存在しない。米国農務省の食品アクセス研究地図帳が参考になるわ。店舗までの直線距離や道路距離、所得などを扱っている。さらに世帯が車を利用できるかどうかも見るのよ。同じ住所でも車の有無で難易度が変わるのだ。農村部では10マイルと20マイルの距離区分も使われる。10マイルでも歩いて牛乳を運ぶ距離じゃないのだ。地図なら小さな線よ。歩く人間には絶望だけれど、牛乳を買うだけで遠征イベントが始まってしまうのだ。店舗が閉じれば残った店までの移動距離が伸びるわ。移動の負担が増せば買い物の回数が減る場合もある。回数が減れば日持ちする食品を選ぶ場面も増える。ただし食生活への影響には個人差があると覚えなさい。全員の冷蔵庫が同じ中身になるわけではないのだ。これは起こり得る生活変化を示した模式図よ。けれど選択肢が減る方向だけは見落とせないわ。新鮮な野菜を選ばないのと選べないのは別問題なのだ。よく気づいたわ。自由とは棚まで届いて初めて成立する。距離が同じでも若い運転者と高齢の徒歩生活者では違う。地図の10マイルが人によって別の国になるのだ。バスの本数、道路の状態、体調でも境界は変わるわ。数字は平等に見える。でも負担は平等ではないのよ。安い店が遠ざければ交通費まで商品の値段になるのだ。その理解を持ったままある架空の一日を見なさい。これは複数の問題をまとめた再現イメージです。朝です。コーヒーを入れた。でも牛乳がありません。前なら車で店へ行った。今はもう運転できません。歩ける範囲に店はある。でも生鮮食品は少ないです。牛乳、野菜、肉、欲しいものほど遠い店にあります。近くに店があっても必要な棚がなければ届かないのだ。店の看板ではなく買える品目まで見なければ意味がない。今日は牛乳1本だけです。だから余計に困ります。大きな移動をするには買うものがあまりに小さいです。まず配車サービスを調べます。料金を見ると迷います。牛乳より店へ行くためのお金の方が高くなります。具体的な料金は地域やサービスで異なる点に注意しなさい。それでも1本のために呼ぶには心理的にも重いのだ。次にバスを見ます。帰りに使える便が合いません。午前に出たら牛乳と一緒に長く待つことになります。便が存在することと生活に使えることは別なのよ。家族の予定も見ます。みんな今日は仕事があります。近い店なら菓子と缶詰を買うことはできます。でも今日食べたい野菜と肉と牛乳はありません。食べ物はあるのに献立を作れる材料がないのだ。飢餓だけを基準にすれば問題の半分を見失うわ。選べること、組み合わせられることも食品アクセスよ。毎回保存食品でも生きることはできるかもしれません。でも自分の食事を自分で決めた感じが減っていきます。買えないだけじゃない。暮らしの主導権が削られるのだ。娘にまた頼めばいい。でもこれで今週3度目です。娘は嫌だと言いません。だからもっと頼みにくいです。助けを頼める家族まで購入条件に入っているのかしら。年を取ると牛乳を買う自由まで返納するの？頼めば買えます。でも自分で買えた機能とは違います。不足するのは商品だけではない。尊厳も摩耗するわ。じゃあ宅配ならどう？家まで届けてもらえるのだ。便利な答えを一つ見つけて思考を止めないことね。宅配の条件は採用するサービスごとに確認が必要よ。注文方法、
最低注文額、配送料は一律ではないわ。配送地域や受け取り時間にもそれぞれ条件があり得る。ネットがあるだけで全員が救われるわけじゃないのだ。操作できるか、注文量が合うか、受け取れるかも問題よ。牛乳1本のために必要ないものまで買うのは苦しいです。今日は諦めます。明日誰かに頼めるか考えます。人は飢える前に食卓の選択肢から消されていく。空のポップより諦めた声の方が重く聞こえるのだ。客が店へ行けない。普通ならここで終了だわ。経路を何度調べても店が近づくことはないのだ。距離を縮められないなら客に負担を押し付ける。それが今まで見てきた食料アクセスの地獄よ。免許を失った側だけが全部を諦める仕組みなのだ。でも日本人は前提そのものを雑に壊したわ。雑に壊すって一体何を始めたの？店に来られないなら店を走らせればいい。待って、スーパーが家を特定して追ってきたのだ。監視ではないわ。決めた訪問ルートを巡る仕組みよ。参道の先から冷蔵庫付きの店が現れたのだ。海外では客が数十マイル進む。日本では棚が玄関へ来る。地獄の経路検索から急に救済の場面になったのだ。喜ぶのはまだ早いわ。この異常な仕組みを解剖する代表例の一つが移動スーパーの特殊丸よ。冷蔵庫付き車両に400品目以上を積むとしている。軽い車体に今日の献立が丸ごと詰まっているのだ。生鮮食品、惣菜、日用品まで生活の棚を運んでくる。牛乳だけじゃない。刺身もおかずも選べるのだ。配達済みの箱を玄関で受け取るだけとは違うわ。利用者自身が車両の前で商品を見て選べるのよ。玄関を開けたら今日の献立が停車しているのだ。肉の量を見て惣菜を比べ必要な一本を手に取る。誰かが決めた箱じゃなく自分の目で選べるのだ。買い物という小さな自己決定が玄関先に残るわ。野菜を触って迷う時間までちゃんと買い物なのだ。販売担当者と短い会話を交わせる点も特徴よ。いつもの牛乳、今日は1本でいい？そんな会話です。今の会話は創作よ。でも対面販売の性質は伝わる。注文画面にはない人間の接点まで積んでいるのだ。週2回程度の訪問なら次の買い物機会も見えやすい。来週も来る？その確認だけで予定が作れるのだ。さらにいつもの利用者が姿を見せたかもわかる。買い物の接点が緩やかな見守りにもつながるのよ。肉、刺身、惣菜、会話、安否確認まで積むの？軽トラックに社会福祉まで積む気かしら。ただし販売担当者が福祉判断を担うという意味ではない。商品を売る日常が孤立を見つける接点にもなるのだ。2026年公表の事業説明資料には規模も示されている。47都道府県で約1200台という説明だわ。日本列島を冷蔵庫付き軽トラックが包囲しているのだ。大型店1軒へ住民全員を集める発想ではない。既存スーパーの商品を小型車の定期ルートに乗せる。そして薄く分散した需要の近くまで持っていくのよ。人を集められないなら商品を細かく届けるのだ。巨大な箱ではなく小さな接点を何本も通す設計ね。ここで日本は完璧だという雑な結論を捨てなさい。日本にも食料品へのアクセスが難しい人々はいる。農林水産省の2020年推計では904万3000人よ。2015年と比べて 9.7% 増えたとされている。移動販売があっても全員を救えてはいないのだ。その通り、巡回ルートの外にいる人も忘れてはいけない。聖域ではある。でも国全体を覆う万能な魔法ではないわ。救いが実在することと救いが十分なことは別なのだ。食料アクセスは店の数だけを数える問題ではない。店まで移動できるか、接点を定期的に保てるかよ。近くに建物があっても使えなければ意味がないのだ。移動販売の強みは複数の要素を束ねた点にある。既存店舗の商品、小型車、固定ルート、対面販売、そこへ会話と見守りの接点が無理なく重なっている。新しい巨大施設を建てず今ある棚を近づけるのだ。人口が薄い地域ではその小ささ自体が武器になるわ。大きな店に集まれない人へ小さな店が分かれてくる。それが人の移動能力が下がった後の設計思想よ。ただし聖域は自然発生しないわ。誰かが毎週商品を積み決めた道を運転している。利用者の密度が低すぎれば採算は厳しくなり得る。販売担当者の確保、燃料費、車両維持も必要だわ。拠点となるスーパーとの連携も欠かせない条件よ。優しい気持ちだけでは毎週の巡回は続かないのだ。継続できる事業でなければ利用者の日常も守れない。来週も来るという約束には経営の土台がいるのだ。だから採算や継続性には当然ながら地域差があるわ。行政側も食品アクセス対策の必要性を認識している。令和7年度の市町村調査に具体的な数字があるわ。回答市町村の 89.3% が対策を必要側と答えた。必要、
またはある程度必要という回答の合計よ。行政か民間による対策実施は 86.8% だった。移動販売車の導入や運営も増加傾向とされている。僕の老後は巡回ルート上に家を建てるのだ。病院でも駅でもなく、惣菜パンの停車位置で決めるのね。玄関に今日の献立が来るならここから離れられないのだ。便利な国だからではない。人が動けない前提なのよ。人が動けなくなる前に店を動かし始めた国だわ。あなたの親が明日免許を返したら牛乳はどこから来る？近所の店までの距離と移動販売の有無を確認するのだ。次回は住所で差が生まれる医療空白地帯を考えるわ。玄関先まで来る日本の異常な日常をもっと見るのだ。チャンネル登録をお願いしますなのだ。登録しておきなさい。次に街の店が消えない保証はないわ。